こんにちは、ケイスケです。10月中旬も過ぎたパリですが、比較的過ごしやすい毎日が続いています。先週はほぼ毎日のように雨でしたが、今週は晴れ間が数時間にわたって広がることもあったりして、気温も20度を超える日が続いています。それでも街路樹の葉の色は移り変わって、褐色の落ち葉が日増しに地面を覆うようになったパリ市内です。エッフェル塔の周辺は今日も大勢の人々で賑わっています。と、風景は穏やかなんですが、フランスではこの数週間、大手石油会社のストで燃料が不足してしまって、連日朝から晩までガソリンスタンドの前には給油待ちの車が数百メートルにわたって連なっています。結局のところ、石油に依存せざるを得ない現状を思い知らされた気分です。パリ市内のバンドーム広場に来ています。バンドーム広場では毎年珍しいモニュメントが展示されています。今回はドイツ系ポーランド人アーティストの作品だそうです。5つ星ホテルのリッツには連日黒塗りの送迎車が停車しています。そういえば前回の動画でも触れたココ・シャネルさんは亡くなるまでの30年間こちらに住んでいらっしゃったようです。広場中央にも複数の送迎車が待機をしていますよね。春以降観光客数は順調に伸びているそうで、この夏パリを訪れた観光客数は約1000万人だったそうです。これが引っ越しだったのかどうかは分かりませんが、パリの古い建物ではエレベーターがとても小さかったり階段が狭かったりするため、荷物の搬入搬出では大抵このように業者を使って外からはしごで行います。その国特有の職業って面白いですよね。その特有の職業で思い出したのがこちら。デジタル広告が進む現代ですが、今でもパリのメトロでよく見かける巨大な紙の広告です。その手際の良さに思わず見とれてしまいます。どれくらいこのお仕事に携わっていらっしゃるのか伺ったところ、と30年のベテランでした。バンドーム広場の一角にあるルイ・ヴィトンのお店には今日も列ができています。そのルイ・ヴィトンのお店から目と鼻の先にあるゴヤールの2店舗にも人々が列をなしています。列ができているのは高級ブランドのお店だけではありません。この5つ星ホテルル・ムーリスのすぐ近くに本店を構えるアンジェリーナです。今日も列ができています。ここは雨が降ってもあまり気にならずに待てるのがいいですよね。オペラ通りまでやってきました。どれぐらい並んでいるかというと、すごい。ご覧の通り数十メートルにわたって列ができています。こちらは現在インスタで500万人弱のフォロワーを持つと言われているセドリック・グローレさんのお店です。彼のパティスリーを味わいたいと今日も長蛇の列ができています。それにしても連日これだけの人々が待つわけですから、一度くらいは食べてみたいなって思いますよね。途中青色の花で飾られた素敵なカフェを見つけました。お茶でもしたくなりますが、もう少し歩きます。オペラ通りとリボリ通りが交わる交差点にある噴水です。コレット広場の方に向かっています。この横断歩道を渡ればコレット広場です。オペラ通りの交通量は以前の水準にまで戻ったような気がします。COVIDで閑散としていたあの風景が今では嘘のようです。コレット広場です。このメトロの入り口はいつ見ても可愛らしくてどうしても見入ってしまいます。完成したのは2000年10月30日ということですから、20年以上は経っているんですね。今回はこちらのカフェに入ってみようと思っています。テラスはほぼ満席ですね。お店の前にはテラス席を待つ人の列ができています。今日は少し風があるようです。
幸い店内に座ることができました。ご覧の通り明るく落ち着いた店内です。喉も渇いたしお腹も空きました。こちらがこのお店のメニューです。まずは冷たく冷えたリモナードです。そして軽食。少しお腹が減ってしまったのでクロックマダムを頼みました。クロックマダムはベシャメルソース、ハム、チーズを使ったホットサンドに目玉焼きが乗っている食べ物です。目玉焼きが乗っていないものがクロックムッシュと呼ばれています。こんがり焼けているサンドイッチの内側はこんな感じです。この一番上にあるパティスリーにはどんなものがあるのか聞いてみました。そしてこちらがそのパティスリーです。かえって悩んでしまいますよね。ということで今回はパイナップルとココナッツのタルトをいただきます。ほんのり甘い3層仕立てのタルトでした。お腹も満たしたので外に出てきました。今ルーブル美術館のほぼ近くに来てるんですけど、この正面に何か新しいものが、この表面がガラス張りになっている四角い建物、分かりますか？今ルーブル美術館の内側を歩いています。重厚な柱に支えられた廊下です。撮影の邪魔にならないように通り過ぎます。相当観光客は戻ってきてるみたいですね。その先をくぐれば左側にガラスのピラミッドが立つ広場です。その手前にあるカフェは夜2時まで営業しています。やっぱり人増えましたね。まだルーブル美術館のあちらの方はまだ工事してるんですね。ピラミッドがある広場にはたくさんの人々が行き交っています。ただすでに夕刻ということもあって入館する人はそれほどいないようです。向こう側に実際にナポレオンがくぐったと言われている凱旋門と、あとエッフェル塔が見えています。ということで美術館とは反対側のチュイルリー公園側にやってきました。この天候なら開放された2階席は気持ちよさそうですよね。ちなみにこの道路は一般車は通れないので徒歩か自転車あるいは交通機関を使う必要があります。どうも何種類かあるみたいで、以前ご紹介した2階建てバスです。屋根のないバスもあるんですね。こういう乗り物があるんですね。すごい面白い。最近はいろんな電動モビリティを見かけます。おしゃれでエコなイメージもありますが、実際トラブルも多いようです。電動の乗り物ですね。チュイルリー公園の入り口です。ここにも列ができていました。エリック・カイザーのお店がこんなところに出てるんですね。知らなかった。サンドイッチと飲み物だけかと思ったらアイスクリームとかも売ってるんですね。子供たちが横一列で美術館を背景に記念写真を撮っています。門をくぐってセーヌ川までやってきました。この正面向こう側に見えるのはオルセー美術館です。エッフェル塔のてっぺんの部分も見えているのが分かりますか？こんな日は川に沿って歩くのも気持ちが良さそうですよね。ということで今回はのどかな秋のパリをご紹介しました。
皆さんの今後のパリ旅行の参考になれば幸いです。ご感想お待ちしています。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。